いっちゃん、曲作り頑張ろうね。でも2人で曲を作るってどうやってやればいいんだろう。進藤さんには一緒に作れって言われたけど、やり方までは言われてないもんね。私もどうやればいいのかまではわかんないけど、できることからやってみようよ。そうだね。じゃあどんな曲にするか決めてメロディーから作ってみる？じゃあ曲の方向性だけど。なるほどね。それでいちかとサキで曲を作ることになったんだ。一歩先のレオニード、すっごくワクワクするワードじゃん。どんな曲になるんだろう。今から楽しみだね。じゃあ私たちは邪魔にならないように向こうで練習しようか。そうだ、2人でやるならジャムセッションしない？いいね。今のほなみがどこまでやれるのか楽しみだな。負けないよ。私も特訓したからね。言うじゃん。じゃあやろっか。みんな頑張ってね。一歩先のレオニードって言っても今までの私たちらしさは絶対必要だよね。だね。今までとこれからって感じを出すなら、全体的には明るいメロディーの方がいいかも。それいいね。ギター乗せるならこんな感じかな。これ私たちらしい曲だとは思うけど、一歩先って感じじゃないよね。じゃあもうちょっと尖らせてみよう。最近流行ってるコードも使って。個性的すぎるっていうか、これだと流行りに寄せすぎててレオニードっぽくないって言われちゃいそうだね。難しいな。もう一回やってみよう。もうこんな時間か。ほんとだ。そろそろ帰らないと怒られちゃうな。結局しっくりくる曲は作れなかったね。だね。一歩先のレオニードって難しいな。どうやったらいい感じの曲になるんだろう。2人ともただいま。ほなちゃん、しほちゃんも練習終わったの？さっき一段落したから。2人は？私たちは実はあんまりうまくいってなくて。そうなの？いつもみたいに方向性を決めて2人でメロから詰めていってるんだけど。なるほどね。それなら作り方を変えてみるのはどう？前に知り合いのバンドから聞いたことがあるんだ。曲作りに行き詰まったら作り方を変えてるって。普段メロディーから作ってる人だったらコードから作ってみたりとか。なるほど。確かにいつもの方法でうまくいかないなら作り方から変えてみるのはいいかも。さっきまで2人でメロディー考えてたから、次はコードから作ってみよっか。いいと思う。でもそれならお互いにコードを作ってそれを交換してメロディーを乗せてみるのとかどうかな。
話し合って作るよりもお互いの個性が出そうだし、ゴールに近づくかもしれないなって。あ、それいいかも。確かにコード進行とメロディーって作る人によって違いが出て面白いよね。でもその方法だと2曲できちゃうんじゃない？そっか。じゃあ途中でどっちかいい方を採用して1曲をブラッシュアップするとか。そうすれば問題なさそう。じゃあ明日からその方法で作ってみようか。はーい。そうだ。じゃあコード作ってくるのを宿題にして、次集まった時に聞かせっこしようよ。へえ、いいんじゃない？面白そうだし。私も賛成。やったー。私頑張って作ってくるね。私も気合い入れて作らないとな。どんなコードにしようかな。私たちらしくて一歩先のレオニードらしさもある感じか。難しいな。さき、入っていいか？あ、お兄ちゃん。いいよ。どうしたの？夕飯だから呼んでこいと言われてな。曲を作っていたのか？今ね、私たちのデビュー曲作ってるんだ。しかも今回はなんといっちゃんと一緒に作ってるの。おお、共作か。それは楽しそうだな。しかし、大丈夫か？何やら難航している様子だったが。なんでわかるの？部屋の外まで、どうやって作ろう？難しいよーという声が聞こえていたからな。そんな声出してたっけ？恥ずかしいな。でも実はそうなんだ。なかなかうまくいってなくて。なるほどな。そうだサキ、それならば作曲合宿をするのはどうだ？作曲合宿？ああ、宣伝公演でホテルに泊まった時、みんなで一晩語り合ったのだが、いいアイディアが出てな。いつもとは違う状況でゆっくり作ってみることで新しいアイディアが出るかもしれんぞ。ちょうど今週末、母さんたちが旅行に行くだろう。その日にイチカを呼んで作曲をしてみたらどうだ？いいの？もちろんだ。イチカが来るのであれば、俺も演技の研究合宿を計画しよう。だから遠慮せず作曲に専念してくれ。お兄ちゃん。ありがとう。いっちゃんと作曲合宿、それならいいアイディアが出るかも。お兄ちゃんのおかげですごくいい曲が作れそう。応援してくれるお兄ちゃんのためにも、待ってくれてるみんなのためにも、最高の曲を作らなきゃね。